人の仕事はなくなるんじゃないかとか、労働しなくても生きていけるようにロボットじゃできないことっていうのはなくなるんじゃないかなって。 AI で不老不死来るみたいな一定可能性はあると見てます。生きてる相手なのか死んでる相手なのか分かんないぐらいになりますよね。後継者問題をそれで解決しようとしてるまあよく言われることなんですけど、 AI とかロボティクスが進化していくと人の仕事はなくなるんじゃないかとか、まあなんか人間がやらなくていいこと、がどんどんなくなっていくんじゃないかっていうふうに言われますが、それについてちょっと安野さんのお話をお聞きしたいなと思ってます。例えば今の最近のアメリカの MBA の卒業生、新卒の採用で入れてないってことですね。仕事が見つからないみたいな状態になってたりとか、まあこれって 生成 AI の影響が大きいんじゃないかっていうふうに言われてたりして、実際この後どういうふうな形になっていくのかっていうところもちょっとお伺いしたいな。はい、そうですよね。私もこの1年 AI を触り続けてますけど、ぶっちゃけソフトウェアエンジニア、これが一番AI が賢くなるスピードがすごい速いので、めっちゃ影響を受けてますね。最近で言うとその AI エージェント型のコーディングエージェントと呼ばれるものがものすごい使えるようになってきてて、私もクロードコードとかめっちゃ使ってますけど、もう凄まじくいいです。でも生産性今年の初めの10倍は少なくともいってるくらいめちゃめちゃ生産性上がってて、1年でもうプログラミングって言ってもマジで全然違うゲームになりました、っていうくらい変わってて、で今そのアメリカ北米では特にソフトウェアエンジニア雇用がかなり閉じてる、あるいはレイオフがめっちゃされてる、特に新卒が全然入れないっていうのはこれも間違いなく起きてますし、あとその時点で多分コンサルティング会社ですよね、のリサーチ業務みたいなものがめちゃめちゃ楽にできるようになったので、あんまりジュニアの人の数いらないなっていうのが起きてると思うんですけど、まあ早々にこれって多分ソフトウェアエンジニアとコンサルティング以外のいろんな業種に僕は広まっていくだろうなと思ってます。なんか一説に言うとなんかもうホワイトワーカーの方なんか8割ぐらい仕事なくなるみたいな。もう激しい試算ではそれくらいありますよね。もう長期的にはもう僕も長期的にはあり得ると思いますよ。それは8割どころではなく、もっと削れてもおかしくないと思います。なぜなら情報を入れて情報を出してるだけの仕事だけというとあれですけど、そういう仕事って AI にとってもやりやすい仕事ではあるんですよね。でなぜプログラマーが一番最初にそれができてるかっていうと、 AI がアクセスできる情報と人間が見えてる視界がほとんど共通なんですよね、がゆえにかなりそこが代替しやすい。で知的労働者、例えば弁護士とか会計士とかって結構そのデータがきっちりあって、それに対してどう操作するかっていう職業なので、まず最初そういうところから入っていくと思うんですよ。で一方で例えば営業とかって、相手の顔色がどうだったとか、そのコンピューターの中にまだ載ってきてない情報が結構重要だったりするので、そこは一泊遅れるだろうなみたいな、そんな感じだと思います。なるほど。どうですか今の聞いてみて。いやそうよくその AGI が実際にその達成されるのが2029年とか言われたりするじゃないですか。でその後に ASI って超知能の人工知能が出てくると、なんかその段階にもよるのかなと思うんですけど、もうすでにセブンイレブンが先日発表したのが2027から段階的に二足歩行のロボットを導入すると。で2029年にはもう結構全国レベルで配置するみたいなこと言ってて、でセブンイレブンってなんかそれこそその無人のレジとかもやってなかった会社じゃないですか。そういうところがもう本格的にやるっていうのはもういよいよもうそもそもの生活の風景が変わるっていうのがもう目前まで来てんだろうなっていうふうに思ってて、だからまあ実際にそのロボットとか今僕らはチャット GPT にしても AI にしても結構スマホとかパソコンの中で体験してるけど、ロボットかける生成 AI ってなった瞬間にロボットじゃできないことっていうのはなくなるんじゃないかなっていうふうには思いますね。私はねアーティストは結構いけるんじゃないかなと思って、そこがちょっと話したいところでもありますね。最終的に人間だから出せる価値って人間がやってるって思うことに対して価値を感じるような作業、仕事っていうのはやっぱあると思うんですよ。つまり接客も一部の接客って人間が来てくれてることは嬉しいなと思うだろうし、
あとは藤井聡太とかもそうだと思うんですよ。そうですねつまりその将棋も藤井聡太よりも強いプログラムはたくさんあるけど、藤井聡太がこの手を打ってるからすごい自分も関心を持って見たくなるっていう。で、なんかアーティスト的なものも結構この同じ自分と同じ生物種の人がやっているということに対して人間はすごく反応すると思うんで、そういう文脈で僕は結構AI には代替されないタイプの仕事なのかなと思ってるんですけど、どう思いますか？いやもうまさにそうだと思ってて、僕らはもともとブロックチェーンで人間の文脈とか来歴とかを残す仕事をしてるんで、やっぱアートの価値ってその時間的な流れっていうのがすごいあるから、いわゆるなんか表面的なクリエイティブ、なんかすごい綺麗な絵を描きましょうみたいなのはAI にはもう全然かなわないものになってくると思うんですけど、とはいえその人間が培ってきたアーティストが文脈作ってきたみたいなのは固有のものになってくるかなと。そうですよね。でもそれがロボットができないかっていうと、ロボットの中でもなんかこう逸材みたいなのが出てくるとか、文脈平等になってくる可能性があって、人間の方が強かったりするぐらいの感じなのかなと僕は思ったんですけどね。私もロボットだからとか AI だから文脈作れないかというと、確かに作れるやつ出てくるだろうなと思うんですよね。なんかちょっとずれてるかもしれないですが、僕やっぱすごいなと思うのはピクサーとかディズニーとかだと思ってて、もう別に俺とディズニーが作ってるわけじゃないんですけれども、確実にディズニーらしさみたいなものはそのアウトプットの中には埋め込まれていて、ある種の印象とか文脈っていうのを作り続けられているなと思いますし、なんかピクサーの中とかってその脚本家とかも脚本を作るアルゴリズムがめちゃめちゃできてるわけですよね。つまりめちゃめちゃこうがっちりフレームワークが決まってて、ハリウッド式ピクサー式脚本術というものがあって、それを構成するためのなんか脚本家が数人集まってこういうワークショップをやるみたいな、なんかそういうなんか割と工場みたいにそれが作られてるみたいなところがあって、なのでそのステップとかアルゴリズムみたいなものがこう文脈を作り続けるみたいなのは僕はできるとは思います。それは。そうなると今ちょっと諸説ありますけど、アーティストの仕事もなくなるかもしれないで、ホワイトワーカーの仕事なくなっていくで、ロボットも出てきたらそういうなんていうんですか、その手作業とかの仕事の方もなくなってくるってなってくると、なんかこう結構積むというか人間として結構やばいなと思って感じてしまったんですけど、なんかどうしたら生き残れるというか、どうしたら生き残れる人材になっていける感じのイメージなんですかね、だから労働市場の中で全員が生き残るっていうのは僕は難しいと思うんですよ。だからみんなが別に働いているわけではないけれども、なんか一人一人は生きがいを持って生きることができる社会っていうのを作らないといけないと思ってますね。なるほど。それ具体的にどういうことをしていけばいいですか？具体的には僕は2つくらいあるかなと思っていて、1つは労働しなくても生きていけるようにベーシックインカムみたいなその再分配の仕組みっていうのをちゃんと行き届かせるようにするっていうことかなと思ってます。でもう一つはこれはもう参院選の時からめっちゃマニフェストに掲げてたんですけど、文化投資だと思うんですよね。でやっぱりその人々が特に仕事はないけれどもその人間人生として生きがいを持てるっていう時に文化の果たす役割は非常に大きいと思っておりまして、で短期目線で言うと日本の IP コンテンツ投資って別に全世界にグローバルに展開できてビジネスチャンスだよねっていう文脈もあるんですけど、それを超えた意味合いが多分文化投資にはあると思うので、そこって今の現時点からサボらずにちゃんとやっていった方がいいんじゃないのっていう、この2つを我々政党としては掲げてます。素晴らしい。実は僕影の松尾県出身者なんですよ。知ってました？そうなんですか？当時からやっぱり AI とかロボティクスが進化したらばやることなくなってアートとかにすごい世の中重点が置かれるようになるんじゃないかみたいなこと言われて、なんで結構このトピックってもうこの15年近くずっと思ってたことで、だから本当にそれを
政策に掲げていただいてるのはすごい嬉しいなっていうのも思うんですけど、もう15年前だったらねこれをあんま多くの人はリアリティを持って感じられなかったと思うんですけど今国政政党1個できるくらいにはそういった方がリアリティを持って票を投じていただいているので時代変わってきたなって思いますよね。いや本当そうですよね、この AI の進化によって不老不死的なこともあり得るんですか？よくなんか強い陰謀論サムネとかでは見るんですけど陰謀論サムネありますね。陰謀論サムネ AI で不老不死来るみたいなの実際どうなんですかね？いや私は、一定可能性はあると見てます、はいはい、でこれ2つのレイヤーの話があって1つは主観的もう1つは客観的な話なんですけど、はいはい、まず寿命は人間まだなんか70何歳とかで平均寿命ですけれども医学的な進歩っていうので全然限界伸ばせるだろうっていう話は僕は思ってます。例えば臓器を入れ替えていくことによってより延命していくみたいな話も僕は一定それもできると思います。でさらに脳みその意識のアップロード的な話、これも論理的にはできてもおかしくない。これはね相当わかんないですけど脳みその意識のアップロード脳みその意識のアップロード僕ねSF 作家なんで政治家が普通こういうこと言うと怒られるんですけど結構できると思うんですよね、長期的には。でもう一つそれよりはるかに前段階として起きるのは、もうその人にしか見えないその人が生きているようにしか見えない AI ができる方が早いと思うんですよ。いやまさにそれですよね。それなんですよねやっぱり。なんかもうすでにデジタルクローンみたいなのが韓国とか中国のニュースとか見てると亡くなったペットを AI で再現するとか、娘が亡くなってその娘と再会するみたいなのがありますけど、あれなんかもう本当に GPT-2 とかぐらいの時から出てるけど、これが普通に今の技術のスピードで進化していったらば本当なんかめちゃくちゃの精度でもうなんなら本当に Zoom で話してる相手が生きてる相手なのか死んでる相手なのか分かんないぐらいになりますよね。だと思うんですよ。で僕はこれは放送できるか分かんないけど孫正義は、後継者問題をそれで解決しようとしてるそれって後継者って言うんですかね。まあそうですね確かに。でもそういう意味ではなんか種の本能って多分人間が寿命がある程度限られてるからそういったものが必要になってると思うんですけど、自分が永遠の命自分の少なくとも自分の発信してるっていうものが永遠に繰り返されて続いていく時に種の保存のなんか本能みたいなって、残るんですかね。どうなんでしょうね。これもそのレベルまでいくとなんか自分の本能を自分で書き換えるみたいなこともできるようになるかなとは思うので、アーティストとしてはそこが一番興味があるところで、それこそサーキットスイッチャーとかもやっぱり人が死ぬとか寿命に限界があるとかなんかそういう社会的な前提があるからみんなそこを共有してハラハラしたりとか面白いと思うんだと思うんですけど、マルセル・デュシャンっていう、有名な現代美術家の墓にされど死ぬのはいつも他人って書いてあると。で結局今もしかして僕しか意識がないかもしれないみたいなのって、一生観測ができないんじゃないかってあるじゃないですか。でも逆に言うと人の死しか観測してないと、人間は。だからある種人の死を観測しなくなっていく世界っていうのがどんどん近づいてくるのは本当に現実化するんじゃないかなっていうふうに思ってて、しょうもない話なんですけど、父親が僕が中学校ぐらいの時から24年ぐらい前から「いただきストリート」っていうゲームを毎日やってるんです。これって「いただきストリート」すごろくみたいなもん堀井雄二っていうドラクエを作った方が作ってて。それの2か3ゴージャスキングっていうのが出てから24年ぐらい24年か6年か毎日やってるんですよ。でしかもその中の地図がいっぱいある中で日本列島だけをずっとやってるんですよ。だからもうほぼほぼもうなんか8ビットでも再現できるぐらいの生命体なんですよ。でも僕は父親だからなんかもう愛はあるし、で彼が一時期引退してから JICA のボランティアでベトナム行ったんですけど、ベトナムに遊びに行ったら扉開いたらまだやってたんですよ、イタストの日本列島。でインセプションって映画あるじゃないですか。ありますね。あれにちょっと感じでなんかこの話を考えてた時にふと思い浮かびましたね。だから
インセプション、インセプションの深層心理にやっぱりこう深層心理なのかすぐにでも実現可能な簡単な人工生命みたいな感じお父さんは割と早めに再現ができる。だからもううちの父に愛を持ってる人は彼は死なないと。なるほど。なるほど。今の2人の話だと本当に他人の死がなくなることは結構もう近づいてきてるみたいなイメージで感覚的には近いと思いますね。たまにお金持ちで死ぬと凍結する人いるじゃないですか。いますね。あれって未来社会で自分を復活させるかもしれない希望のもと寝るって、はい、あれって寝るのと同じ状態になるかもしれないなと思ってたことがあって、まあそうですよね。凍った状態でなんかコードとかがいっぱい入ってでなんかそこに繋がってるディスプレイの中では生き生きと喋っている時にいやこの人は死んでるのかそれともこのディスプレイの中で喋っているのはその人として扱うべきなのかっていうのは結構外から分かんない話ですよね。そうですよね。だからそういう問題は多分10年20年以内にもう来ると思いますね。もう客観的な死が判別できなくなるというか他人の死がいやこの人はこういうロジックで本当にこの中にいるんですよって言われた時にどうすればいいんだろうっていう。これでも技術的に主観的な死はやっぱ難しいんですかね。主観的な死っていうのは自分が死ぬことはいやでもそれもやっぱり意識のアップロードまでいければ意識のアップロード主観ってコピーできないじゃないですか。これもでもできたかどうかわかんないっていうか自分がある日突然自分のことを見た瞬間コピーされてたとしてもそいつが意識があるかわかんないって問題はずっと続きますよね。でも今の人間も脳細胞一つ一つは入れ替わり続けてるわけじゃないですか、だからそれと同様の形で電子回路にちょっとずつ置き換わっていった時に連続性はあるという主張は多分できると思うんですよね。自分の意識としてはある日瞬間的にふわってそっちに入るみたいな感覚なんですかね。いやなんかよく言われているのは SF 作家界隈の中の論理なのであれですけれども、そのテセウスの船みたいな、ちょっとずつ部品が交換されていった時に全く別物だけどこの船はこの船だよねっていう状態と人間の脳みそって今同じなので、それと同様に今のニューロンっていうものを一つずつ剥がして電子回路に置き換えていくことがちょっとずつ起きていってそうすると最終的には全部電子回路になりますと。電子回路になった後はこれをアップロードすることも可能なはずなので、そこから先はこの計算を脳みその中でしているのかクラウド上のサーバーの中でしているのかって別に等価なはずなので、そこからアップロードすれば意識の連続性を保ったままいけるんじゃないかっていうそういう議論はあります。気づいたら死んでないというかってことですよね。でも気づいたらもう永遠の生命になってるみたいな。だから調子悪いなみたいな時あるじゃないですか。なんかちょっとだからそれくらいの感じで続いていっていつの間にかみたいな感じなんじゃないですか。でもそういう意味で元にいた人間っていうのはいなくなった瞬間パタみたいな感じの。っていうどう実装するかですよね。なんか脊髄に対してクラウドサーバー上から通信されてて動かせるんであれば別に脳みそがここにあろうがクラウドサーバー上にあろうがそんなに分かんないよねっていう風になってもおかしくないですね。なるほどなるほど。死ももしかしたらテクノロジーの力によってなくなるかもしれないってところが、よりリアリティ持って見れたかなと思います。こういう話松岡まどか起業しますっていう本で書いてあるのでぜひ見ていただければと思います。ちょっとあっという間にお時間になりましたが、すみません、記念すべき第1回目ということで、谷さんいかがでしたか？いや本当にこんなよくわかんない人の YouTube 番組最初に出てきてありがとうございます。なんかめっちゃ楽しかったです。いや本当にありがとうございます。でも今日テーマめっちゃ面白かったですね。ディープな話をさせていただいて、最近僕の中の SF 作家側面をあんまり出すと怒られるかなと思って出してなかったんですけど久々にいろいろ出せたのでよかったです。いや全然足りないぐらいなんで本当にまた機会がありましたらまたぜひまたぜひありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。